ンコンコンコン入るってばよ。いいよ。ガッチャ。はーい、これが寝室兼仕事場です。綺麗にしたばっかり。新人漫画家の仕事場ツアー。皆様お久しぶりです。平西みえりです。今日は漫画を描く上で使ってる道具とか仕事場を紹介していきたいと思います。現在の仕事場はこんな感じです。仕事場ではありますが、普通に寝室としても使ってます。ちょっと前まではこんな感じだったんですが、読者様の支援のおかげで仕事場を新しくすることができました。いやー、本当にありがとうございます。まあ、6歳の頃から使い続けてる部屋なので、いい加減替え時だったんですよね。はーい、部屋入ったらこんな感じです。そしていきなり本棚ですね。はい。ごく普通の本棚でございますね。そしてこっちを動かしたら、雑誌とか DVD とか出てきますね。好きな作品の。そしてこっち側は、教材とかデザインの本とか書き方の本ですかね。いろいろ。でも少年漫画が多いですかね。こうやって見てみると。少年漫画読みながら育ったので、やっぱりどうしても多くなってしまいますね。昔はこれに追加で500冊くらいあったんですけど、12歳ぐらいの頃親に捨てられてしまいまして、漫画読んでる暇あるんなら勉強しなさいって感じの家庭だったので、漫画家になりたいって言った時は猛反対されたんですよね。今は応援してくれてますけどね、いつか買い替えられたらいいな。そしてこれはフィギュアですね。手作りのハウルの動く城のフィギュアなんですけど、これ中学生ぐらいの頃かな、作り始めたの。未だに完成してないんですよね。いつか時間ができたら完成させたいなって思います。めっちゃ可愛くないですか？そしてこちらに行きますと、おややや、これはもしや今度発売する単行本ではありませんか。彼女ができない女、2月14日バレンタインデーに発売します。初の単行本なのでよかったら読んでくださいね。めっちゃ頑張りましたよ、この本。すごい本になってる。すごい本ですね。どこ見ても本ですね。当然なんですけど、やっぱりまだ実感湧かないですね。いや、めっちゃ頑張りましたよ、この本。初めてだったのでちょっとわからないことが多かったし、いろんな人に迷惑かけながら書いた本なんですけど、いやー、書いてよかった。書き切った。見てくださいよ、バリバリ漫画じゃないですかこれ。いやー、すごーい。いやー、綺麗に印刷されてる。線の太さとかもいい感じですね。まだちょっと恥ずかしくて読めてないんですけど、まあいずれ読もうと思います。印刷綺麗。いやー、本発売するの楽しみですね。そしてこちらはメモ帳ですね。自分が作った。たまにアナログでメモ取りたくなるんですけど、ちょうどいいんですよねこれ。こちらオンラインストアで売ってるので、よかったらぜひ買ってみてください。初めてデザインしたグッズの割にはうまくいってると思うんですよね。めっちゃ可愛い。次はデスクエリアの紹介をしていきたいと思います。昔はこんな感じの机で漫画を描いていました。でも高さが合ってなかったせいで全身痛くなっちゃって、一時期は床の上で漫画を描くことに。子供の頃からずっと使ってた机なんですが、やむを得ず最近買い替えました。20年間頑張ってくれてありがとう。今は立ちながら作業してるので足が筋肉痛にはなりますが、他はどこも痛くありません。買い替えて本当に良かったです。はい、机の上はこんな感じですね。ごくごく普通の机の上にしか見えないんですけど、デジタルとかだとね、やっぱり漫画描くための道具とか少なくなるんで、そんなもんなんじゃないですかね。そしてこちらペンタブですね。いつも使ってるワコムの、なんだったっけ、モバイルスタジオプロなんですけど、これもうここ34年は使ってますねこれで。これはこのデスクトップのパソコンにつないでシンティックみたいな感じに普段使ってます。もうどんなアングルでも描けるし、こうやってね回すこともできるし、すごい使いやすいんですよこれ。タブレットは高さが調節できないと本当に使いにくいので必須ですね。そしてこうやって取り外しができますね。裏はこんな感じです。ベルクロを使って
ラップトップスタンドに取り付けてます。そしてこれ下の方でこうやって支えられてますね。ラップトップスタンドなんで。これがいつも使ってるペンです。もうデフォルトのペンからいろんなものを取り外して極限まで軽くした状態がこちらです。もうすごく手の負担も少なくて使いやすいですね。めっちゃ軽い。デフォルトのペンはこんな感じです。パーツを取り外すことでペンの軸がだいぶ細くなるところも気に入ってます。個人的には細いペンの方が持ちやすいですね。ペン先はこんな感じです。すり減っちゃうと書きにくいので定期的に変えてます。そしてペンをしまうと、はい、次は手袋です。普段こういった感じの手袋を使ってます。手袋に見えないですね、もはや。つけた状態だとこういった感じです。めっちゃ真ん中に穴開いてますが、これ換気用ですね。はい、そしてこうやって手袋をつけて書くことでですね、見えますか、これメガネ拭きなんですけど、手から出てくる汗を吸収してくれるのと同時に、その画面にもし汗がついたとしたら、拭き取ってくれるんですよね。大体画面に汗がつくとペンの滑りがすごく悪くなるので、だから特に夏場とかは手袋を使ってたりしますね。そしてこうやって見てみると、先っぽ、手袋の先っぽにね穴が開いてるんですよ。指がちょっと出てるんですけど、こうやって問題なくタッチスクリーンも使えますし、で手袋がついてる部分は、画面に触れても全然タッチスクリーンが作動しないので、すごい使いやすいんですよね。そして次はこれですね。ここによいしょ、ハンドヘルドデバイスです。8ビット Do。 こうやっていろいろショートカットキーを設定するのに使ってます。こうやって軽いので手に収まるし、いいですね。使いやすいです。ショートカットはアンチミクロっていうプログラムを使って設定してます。アンドゥ、リードゥとレイヤー切り替えは頻繁に使うので必ずマッピングしてます。あとは机周りはそんなに変わったものはないですかね。あとはもう本当に普通のマウスとか MMO マウス、そしてロジテックのキーボード、キラキラしてて綺麗。あとはですね、このライトすごい気に入ってるんですよ。これはね、モニターの上に乗っけられるタイプのライトなんですけど、手元がすごく明るくなっていいんですよね。こうやって今こんな感じじゃないですか。うわ、汚ね。こうやってほら、こんなに変わるんですよ。すごい明るくなりますよね。だから作業してるときはこれすごく助かります。次は使ってるソフトウェアの紹介をしていきたいと思います。はい、これがクリップスタジオです。こんな感じの画面になってますね。ハッドはこんな感じです。これが今回の本なんですけど、こうやってページ、作品のページをこうやって大きくして、そして全ページ見ることができるんですけど、こうやってクリックすると、そしたらそのページを編集することができます。作品内のこうやってかなり大きくできますね。600dpi で作品作っています。 B4 ですね、サイズは。こうやってエフェクトを外したり、トーン、もっとトーン、線画とか、あとベタですね、重線。そしてクリップスタジオアセッツっていうウェブサイトがあるんですが、こちらではいろんな背景や 3D 素材、トーンやペン先までダウンロードできるのでとても重宝してます。原稿に使ってるジワペンもこちらからダウンロードしました。こちらの素材を使うと時短ができるので、おかげさまで今のところアシスタントさんなしでも原稿を完成できてます。そしてプロットに使っているのはワンノートです。ワンノートはスマホのアプリもあるので、寝っ転がりながらネタが書き込めるところがいいですね。寝る前によくネタを考えるのですごくありがたいです。しかも携帯に書いたノートは自動的にパソコンまで送られるんです。いい時代になったもんですね。仕事場ツアー以上です。どうでしょう。
個人的には他の人の作業場を見るのがすごく好きなんですが、いかがでしたでしょう？自分がこれだけ機材を揃えられたのも、漫画を描き続けられたのも、読者様の支援のおかげです。いつも本当にありがとうございます。これからも頑張って漫画描いていきます。長らくご視聴ありがとうございました。お互い頑張りましょう。お疲れ様です。